自動切り込みの設定するやつらがハンドルの右にあるこのポッチ、多分これはシーヤさんの汎用検索版にしかないんかなと。こんにちは、研磨屋のアナです。今回は久しぶりに円筒検索版の話をしたいと思います。僕がいつもメインで使っているこのいつも紹介しているシギア正規製の G40 なんですけども、いつも紹介しているのは加工動画とか円筒検索版の掃除こんなん使ってますよとかいう話なんですけども、 JTECT 製の CNC 円筒検索版 G4PI の時は操作方法とかを説明させていただいたりとかしたんですけども、このシギア正規製の G40 は汎用の円筒検索版なので、簡単に言ったらハンドルくるくるっと回してカリカリっと寸法測って精度を入れていくっていう感じなので、操作性といえば自分の手感で結構賄えたりとかできるんですけども、ちょっとこの間操作してた時にもしかしたらシギア正規製の汎用検索版しかないのかなとかいうやつもあったりとかしたので、汎用検索版のちょっとラッキーな、それをちょっと今日紹介してみたいと思います。よろしくお願いします。はい、ということでいつも僕が使っているこのシギア正規製の G40 説明していきたいと思います。まず、便利機能なんかなどうかわからないですけど、この形の汎用検索版をお持ちの方なら、ご存知だと思うんですけども、横のトラバースの自動ですね。これはもう見ての通り、この長いハンドルの書いてるテーブル送りって書いてるやつを手動から自動に切り替えるだけでトラバースできます。でトラバースがこれですね、このストッパーとストッパーで長さを決めて、このトグドグとかいうやつでこう切り替えて左右を反転させるっていう感じです。でこれが素圏テーブル速度っていうのでスピード調整で、これをやって上げていくとテーブルが動く、回す、でこれでロックストッパーで反転で、スピード全開でこれぐらいのスピード、こんな感じで10のメモリがあるんですけども、矢印はもう10超えとかいうなかなか裏メニュー的な感じになってますけども、0はちゃんと0までいきます。主軸台側もうちょっと止めたいなと思ったらこのタリーっていうのがあったり、信用主台側もタリーがあって、ちょっとこう止まってから何歩か止まってくれる。タリーの量とかあとテーブル速度は、皆さん加工してる時のワークに合わせて任意で操作してみてください。切り込みハンドルの左下にあるこの丸いやつ、これが自動切り込みの設定するやつ、なんて書いてんやろ、このちょっともうシールがペロペロになってるんですけども、砥石切り込み戻りタンって書いてて、ちょっと日本語難しいなんですけども、これで切り込みどれぐらいの量を切り込みますかっていう感じで、この上にメモリがあるんですけども、今この矢印みたいなところメモリが 0.4 って書いてて、コンマ4切り込みますよっていう、なんていうんですかね、このハンドルをコンマ4ギュッて一気に切り込むんじゃなくて、トータルコンマ4切り込みますよっていう意味ですね。でこれをこのノブを緩めて回すと0から1ミリまであるので、1メモリ100分の2 0.02 なんで、これはしないですけども、トータル100分の2切り込みますよ。真ん中やったら 0.1 コンマ1 0.2 0.4 0.6 っていうでトータル1ミリまで削りますよっていうところまで設定できます。1ミリまで削るってそんなにないんですけども、だいたい研磨しろってコンマ3からコンマ5が多いんで、だいたいコンマ4にしてます。これもちょっと詳しく後で説明しますね。これがトータルの切り込み量設定で、これの、よく手でやるとこういうやつで、こういうハンドルの動き、これ切り込み
スピード、切り込み量の切り込み速度ですねを、この素剣砥石切り込み速度っていうのでこう弦って書いてて像って書いてて0から10まであります。で油圧なので油圧の油の量ですねをこう調整します。でこっちは正剣砥石切り込み速度って書いてて、こっちが素剣粗剣なんで粗剣素剣が終わったら、あと何ぼかだけ正剣でちょっとこう切り込み速度を遅めたりこう設定ができるんですけど、この辺は使ったり使わんかったりで多分使う人によっては自由に使うんですけど、僕はもうこれ正剣も使ったりしてます。自動切り込みをやってみたいと思います。まず分かりやすいようにこれを0ぐらいに合わしといて、でコンマ4、この例えばマークにちょんって砥石を当ててこう黒くめくれたところを測る。で測って粗で仕上げの取り代まで何本切り込もうかなっていうのを計算して、そこから例えばコンマ3切り込みたいっていうてコンマ3に設定して、この時砥石はバックさせてます。後ろの交代してるところに設定してて、でコンマ3切り込みたいなっていうところでコンマ3こう回してやって、ここで何も触らずコンマ3自分が目標とするところまでしといて、でこれを大体コンマ3切り込むのでコンマ1はちょっと余裕を見てコンマ4に設定して、あとはこのプランジかトラバースかっていうのを設定して、とりあえず一回このプランジの方を切り替えます。そしたらこれが自動でさっき設定したコンマ4ぐらいまでに上に上がって、でこっちもコンマ4やったんが0になります。これで今砥石は後退してるバックしてるところなので、これをこう切り込む時に押すやつですね、検索入りっていうボタンを押すと、いつものように前に来ます。検索入りを押して前に来たらこの切り込みがスタートするんですよね。めちゃくちゃ微妙に動いてます。分かりにくいですけど、この今動いてるやつの速度を決めるのがこの素剣砥石切り込み速度。これをちょっと今6なんですけども回すとこんな感じでめっちゃ速く回ります。でここまで行って正剣の方に行きました。正剣も設定があるんで正剣にするとスピードが遅くなって、で切り込みが終わったらスパークアウトの時間も設定できるので、終わったらこうやってバックしてさっきのとこ戻るっていう感じで自動切り込みができる機能です。これも便利ですね。ざっくりの説明なんでなかなかちょっと説明不足なところがあると思うんですけども、でさっきと同じで切り込みたいゴールまでをやっといて、次はトラバースの方にしています。だからさっきと同じようにハンドルが動いて、トラバースちょっとやってみるので、これをだいたいこんな感じで合わせといて前に持っていきます。ね、でこのトラバースやとテーブル送りを自動に切り替えて素剣テーブル速度っていうのをこう調整します。だいたいこれぐらい調整しといて、でこのハンドルを右へってなると、今これが分かるようにっていう感じでこうテーブルが動いてます。であとテーブルが動いて、で切り込みはってなったら、これちょっと見えますかね、ここのトラバース切り込みっていうやつがあるんですね。これを新吉台側だけに切り込みっていうのを設定してます。両側設定する人もいてるし、新吉台側で設定する人もいてますけども、僕は砥石軸側にしてます。これでこっちですね、砥石軸側になるとちょっと見にくい。砥石側に来るとこうやって、もうちょっと砥石側に来るとこう切り込んでくれる。もう一回っていう感じですね。
でこれでさっき設定したコンマ4トータルの切り込み量がコンマ4までいったらまた最後までバックします。もうちょっとこんな感じですね。で僕はまあ残りの100分の2ここです。こっちが正鍵のメモリなのでコンマ4がトータル切り込み量で終わりなんですけれども、そこの残り100分の2は正鍵で切り込んでくださいという設定しているので、この残りの量になるとこのランプ緑の正鍵ランプがついて、ちょっと切り込み量減らしてやります。で今赤ランプがついて低寸っていう赤ランプがついたんで切り込み完了で、ここのちょっと見えにくいスパークアウトカウンターっていうのなんですけども、これ今適当に25ってやってるんですけども、これを3とか4とか5とかにすると、例えばこれやと今2に設定したので、この2で終わるとこんな感じでスパークアウトが終わるとバックして終わりです。で今最後プーンってなったんですけども、それはまた設定した通りのコンマ4とコンマ4バックして終わりっていう感じですね。あとうちが使ってるやつの主軸台ってこんな感じなんですよね。なんか何もない殺風景な感じで、標準ってこの形だと思うんですよね。これは40年ぐらい前のシギア正規製の G30 の汎用の円筒検索版なんですけども、これ多分標準のベルト式っていうやつで、上にモーターがついててここにプーリとベルトがついてて、こうベルトを掛け替えてスピードを変えるっていう感じで、スピードが例えばここに説明書に書いてみたいに、大阪なんで 60Hz のところで見て29回転から363回転まで設定できたりするんで、1234567段階しか無理なんですけども、これはちょっとインバーターがついてたので、これを回すことで先ほどの1段階の中でもちょっと速度を微調整できたりするやつです。基本標準はこのベルトプーリーで7段階とか、何段階がいろいろあるとは思うんですけども、何段階っていうのが標準です。この僕はもともと初めて使った機械ってこの J テクトさんのやつ、本当僕が使ってたやつで豊田製のやつやったんですけども、それとベルトがなかったんですよね。さっきみたいなベルトがなかった。もうこれは CNC の円筒検索版なんですけども、僕が使ってた汎用もうこんな感じでやって、もうベルトもない感じでした。この G40 買った時に標準ベルトですって聞いたので、いやちょっとベルトの掛け替えめんどくさいなと思って、なんかええのないですかって聞いて、これありますよって言って、もう上何もなくて後ろもこんな感じでベルトなしになってます。これは AC サーボのモーターを使ってる主軸台で、本当にもう無断変速っていうんですかね。例えばこう主軸回してベルトがないので、こっちの主軸回転速度っていうやつをこう回しながらこう回すだけでこう最大600回転までで、最後0まで、もう本当こう加工中にこうやってこうピーって無断で任意の主軸の回転数に合わせられてすごく便利です。ただその時のシギアの担当の方に言われたのが、これめっちゃ高いですよって言われて、もし壊れた時修理も高いですけどどうしますかって言われたんですけども、日々の作業性を考えたらこっちの方が楽かなと思ってこれ取り付けました。めちゃくちゃ便利で、こうちょっと加工条件なんか悪いなと思って回転数落とそうかなとかたりとかを簡単にできるので、本当これにしてよかったかなと思います。それにプラスして、あとは砥石のやつは後で別付けしたんですけども、今この数字がめっちゃ上がってるんですけども、これ砥石軸のインバーターもつけました。これもヘルツで出てるのでちょっと何回転かっていうの分かりにくいんですけども、この 60Hz が標準の砥石の回転数1300いくらなんで、前後150回転ぐらいなんですけども、いろいろこう微調整できて、
結構いいです。あんまり落としすぎるとメタルがやられたりとか、あとあんまり回転数上げると砥石破裂したりするので、これぐらいの調整で止めてもらってます。これも加工中になんかキレ悪いなとか面速度上げたいなと思ったら上げたり下げたりして結構便利な機能です。今紹介したこの辺の機能って汎用検索版 JTECT さんとかシギアさんとかのメーカーさん違えど普通にある機能だと思うんですよね。 JTECT さんのやつも汎用使ってたけど自動の使い方がわからんくて、当時やってたんで単品もんばっかりやとね、自動を使う機会がなかったんでもう使ってなかったんで使い方とかわからないんですけども、もし使う機会があったら紹介させてください。はいであと多分これはシーヤさんの汎用検索版にしかないんかなと思う面白い便利機能が、このハンドルの右にあるこのポッチ、シギア正規製の円筒検索版を使われている方は使ったことある人もいると思うんですけども、これ結構これポコンポコポコポコ動くんですよね。これすごく便利な機能で、押す量によって切り込みができるんですよ。ハンドルでピッて切り込まなくてよくて、こうですね、こうやって大体切り込むじゃないですか。100分の1切りたいってのでピッていったら結構一発目回す一発目って何ていうんですか、力いるんですよね。100分の1切りたいピッ行き過ぎた100分の1号やったとかなる時もあるんですよね。これやとこの押し量も感覚なんであれなんですけども、これ押すとちょっと切り込むんですよ。今見えましたかね。今これを押しますね。押すとちょっと動く、こんな感じでこれでめっちゃ説明しにくいんですけども、親指で軽く押すと1000分の5、1000分の5、1000分の5、大体1000分の5ずついったり、あと親指でグイッグイッグイッと押すと100分の1号いったりとかもして、結構こんな感じでドンドンドンと押すともうボン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 いったりしてめっちゃ切り込むんですけども、親指で優しく押すと100分の1から1000分の5ぐらい切り込んで、ほんと1000分の5、100分の1で手でやるとすごい意外と力いって行き過ぎたりするのも嫌なので、これで親指の力で軽く押すとこんな感じでゆっくりゆっくり動いたりするんで、これはもうすごい。他のやつはいろんなところいろんな当たり前にある自動切り込みとかの機能なんですけども、これは本当自動ではないけどめちゃくちゃ便利な便利機能っていう感じで、これを初めて使った時にめちゃくちゃなんやこれ、なかなか面白いゲーム感覚のボタンやなと思って結構いい感じで使えてます。こんな感じで便利機能、機能汎用の検索版なんで機能っていうのがわからないんですけども、いろんな検索版メーカーさんの汎用機なら、自動切り込み、トラバースの自動とか操作は違えど基本のやつは揃ってるんですけども、 CNC 円筒検索版の操作方法はお話ししましたが、汎用検索版の操作方法でそういやお話ししたことないかなと思って今回お話ししてみました。僕の汎用検索版は油圧制御なので、油の冷えとか油が温まったりとかして寸法の管理がちょっと難しかったり慣れたら全然寸法管理もできたりするんですけども、温まったらトラバースのスピード6にしてたのにいつもの6より速いなとかなってたりとかするんですけども、それでもこういう自動の切り込み、自動のトラバースとかがあると、長いものとか数もやってるとすごい便利なのでいい機能かなと思います。あと先ほども話したようにこのシギア正規製の特色の汎用検索版のこのボタン、これむちゃくちゃいい便利なボタンなので、自分を使ってるよっていう方はぜひコメント欄いただけると嬉しいです。皆さんもご自身でお使いの汎用の工作機械とか CNC の工作機械で、普通にあるけどみんなこんなん使ってるのかなとか、こういうのも意外と便利機能としてあるよとかあればコメント欄、もしくは LINE 公式アカウントの DM でいただけると嬉しいです。この動画が皆さんにとって少しでも役に立つと嬉しいです。ありがとうございました。